東京町探検です。4回にわたり目黒周辺を歩いてきましたが、撮影後に驚くべきニュースを目にしました。この付近で工事中に水が湧き出したというのです。そこで追加撮影に行ってきました。どうぞご覧ください。スタートは前回の続きで中目黒八幡神社です。ニュースの現場はここからほど近いところにあります。早速向かいましょう。駒沢通りを渡り左に向かいます。するとすぐに鳥居が立っています。上目黒天祖神社の鳥居です。鳥居の正面、参道を塞ぐように車が止まっています。どうやら駐車場になっているようで珍しいことです。一般に天祖神社が祀っているのは天照大神であることが多く、伊勢神宮との関係が深いです。そのため古くはお伊勢さん、神明宮などと呼ばれていました。明治になって伊勢や宮の名を遠慮し、天祖神社に改称されたところが多いようです。この地域も古くから伊勢森と呼ばれ、社名も神明社だったようです。大正時代の地図には、神社はお伊勢の宮、地名はあざ伊勢脇とあります。ここにも庚申島がありました。本当に庚申島の多い地域です。手前左右には橋の親柱と思えるものが立っています。どちらも大変状態の良い庚申島です。右の庚申島は道標も兼ねていたそうで、九本仏、世田谷、目黒不動などの文字が読めるそうです。残念ながらこの角度から読むことはできませんでした。拝殿の横から境内を出ます。右手は伊勢脇公園。伊勢の名前が残っています。ここに入っていきましょう。公園の奥は視界が広がります。これは目黒川の支流である蛇崩川の谷が足元に広がっているからです。そして下を見ると、地面を掘り下げたところに水が溜まっています。これが今回水が湧いた場所です。元は木造アパートが建っていたようなのですが、マンションを建てるために地面を掘ったら水が湧き出したそうです。水深は2、30センチでしょうか。青いホースから水が出ている理由がわかりませんが、もしかしたら湧き水を一旦ここに流して、さらにポンプで吸い上げているのかもしれません。この場所を立体地図で見てみましょう。これが目黒川の谷です。こちらは支流の蛇崩川の谷。今回水が湧いたのはこの窪地です。一般に台地と低地の境目は水が湧きやすい場所ですが、ここは明らかに谷の始まり、谷頭で、かつては水が湧いていたところです。その水は細い流れになって蛇崩川に流れ込んでいたでしょう。私はここにある伊勢脇公園から見下ろしています。では湧き水の近くまで行ってみましょう。住宅街の坂道を下っていきます。ここからは谷を登り谷頭に向かいます。テレビ局が取材に来ていて、住民の方にインタビューをしていました。
谷を登り詰めてきました。高台に囲まれた場所です。谷の一番奥に水が湧いていました。木の茂っているところが伊勢脇公園です。取材していた方に聞いたところ、水が出始めたのは昨年の11月頃だそうで、もう半年経っています。赤土の下の方は水が湧き出した後のようにも見えます。明治44年の地図では、ちょうど今いるあたりで水が湧いているように見えます。かつての姿が今再び現れているのかもしれません。水が湧き出した場所から坂を下っていきます。かつてはその湧き水がこの辺りを流れ下っていたはずです。ここから坂を登って次の目的地に向かいます。ご覧のようにかなりの急坂です。先ほどの現場と台地との高低差を実感します。ここは伊勢脇公園です。天祖神社とは反対側の出入り口です。目黒区役所などが入る総合庁舎です。その前にある公園の一角に石の椅子が置かれています。これは平和の石です。原爆に被爆した広島市旧庁舎の階段の石で、建て替えの際、平和の使者として寄贈されたものだそうです。総合庁舎には屋上庭園があり、開庁日には開放されています。このような植物の多いところもあるのですが、地形好きとしてはこちらがおすすめです。正面の木立は天祖神社と伊勢脇公園のものです。次第に標高が低くなり、この方向に蛇崩川の谷が伸びています。この辺りはビルが建ち、地形が分かりにくいのですが、谷はこちらに続いています。総合庁舎の裏手は中目黒駅に続く商店街です。その中に目黒馬頭観音があります。ビルの隙間の通路のように見えますが、先ほど提灯がかかっていたことを思うと、これが参道なのではないでしょうか。大正時代の終わり頃、この辺りは乳牛の牧場や馬による運送が盛んでした。その代表の方々がここに馬頭観音を灌頂したそうです。中心になる観音様はお堂の中にいらっしゃいます。ですがその他にも馬頭観世音菩薩と書かれた石碑や馬頭観音の石像があり、熱い信仰がうかがえます。
大きな石碑はお堂の中の観音像を灌頂した時の記念碑です。目黒駅から目黒不動、そして中目黒駅まで歩いた今回の探検はこれで終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。次の探検でまたお会いしましょう。